今回から新企画をスタートします。題して、総額100万円でかっこいい JDM を作ってみた。僕は車好きなので、いつでもかっこよくて楽しい車に乗りたいと思ってます。いつも乗っているデイカ D5 で四駆に乗る楽しみは満たせているんですが、車高が低くてマニュアルで峠を走るのが楽しい車にも乗りたいということで、この企画をすることに決めました。ベースに選んだのは91年式ホンダビート。メルカリで38万円で購入しました。今回の動画ではこのビートを紹介します。このチャンネルでは今後ビートのカスタムドライブ動画も公開していく予定です。また今まで通りデリカの動画も上げていきますので、ご興味のある方はチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。さて、今回の主人公ホンダビートの紹介です。ご存知の方も多いと思いますが、ビートはホンダの創業者の本田宗一郎氏が開発に深く関わり、最後に送り出したと言われる車です。軽自動車でありながらオープンカーでミッドシップレイアウトを採用されています。エンジンには F1 技術が応用された M トレックが用いられており、レスポンスが最高です。パワーステアリングもなく、非常にダイレクトな操作感があります。小さくてもスーパーカーと同じ哲学で作られた贅沢な乗り物です。このビートを予算100万円で私好みの JDM スタイルに仕上げていくのが今回の目標です。正直今の状態は決して良くありません。手直しが必要な箇所はたくさんありますが、育てていく様子をシリーズとしてお届けできればと思います。では、具体的な紹介に移りましょう。この車は1991年式なので、約35年前の車両です。当時の純正塗装のままでここまで来ているので、クリアは剥げており、ところどころ傷んでいて、全体的にやれた雰囲気になっています。フロントから見ていきましょう。可愛い顔してますね。ボンネットのクリアが剥げてます。ここまでの状態だとリペアも難しいですね。パテレの補修跡や赤く塗り直した跡もあります。バンパーにも擦り傷がありますし、ウィンドウ上部のラッピングも縮んでめくれてきてしまっています。ボンネットにあるブートレックというステッカーは後ろにも同じものが貼られています。なんかのオプション品だったんですかね。サイドにもあります。右側です。ダウンサスで車高が落ちていて、なかなかいいスタイルです。フロントにはブリヂストンのスーパーラップを履いています。非常に軽量で軽快な走りに一着かかっています。足回りは結構汚れや錆が出てきているので、きれいにリペアしたいですね。キャンバーも少しだけついてます。タイヤは片べりして限界なので近いうちに交換が必要です。ダウンサスのスプリングにも錆が出ているので、これも適切なタイミングで交換しましょう。車高は指が2本入って余裕があるくらいです。フェンダーアーチとのバランスを見ると、この車高も悪くないなと思ってます。ビートの持病である右側のサイドシールの錆ですが、この車両は奇跡的に綺麗です。これは購入の決め手の一つでした。以前のオーナーさんが入れたラインが入ってますね。フォローの右側がぐちゃぐちゃになっているので、これは何とかしてきれいにしたいです。また、右側のキーシリンダーが死んでいて、外から市場改造ができず、これは非常に不便ですね。ホイールは前後通しで14インチですが、リアはタイヤサイズを少し上げてあります。フォローのスクリーンは曇りや縮みがあり、めくれてく箇所もあります。下回りは純正マフラーがついていますが、ここはどうせ変えるので無問題です。ラジコンのようなアンテナは普段立てることはありませんが、可愛いですよね。左側はサイドシールの一部に錆があります。ここは全塗装するときにきれいに直しましょう。左側のミラーはグラグラです。ここを引っ張るとフュエルリットが開きます。アクセルペダルの横のレバーでフロントが開きます。トランクは鍵を回して開ける形式です。簡単な工具と予備の空間と三角表示板などを入れています。この車両はエアコンのコンプレッサーを取り外しているためエアコンレス状態です。横から見ると非常にスーパーカー感があり気に入っています。スペアタイヤは13インチ。下タンクも綺麗ですし、ストラットタワーも腐食がなく非常に元気です。M トレックの証のプレートが入っています。内装を見ていきましょう。ステアリングはモモフルスピードの32倍。小ぶりでディープコーンというスポーティーな組み合わせです。
ロールバーがついていて横転時も安心。パッドの中身が出てしまっているので、ここは要改善ですね。運転席はメーカー不明のフルバケットシートです。汚れと破れがあるので、これも交換しましょう。助手席は純正のゼブラシートですが、雨漏りをしているのかカビが少し生えています。シートの裏には保険証を入れてあるんです。運転席に乗り込みます。ステアリング越しに見えるメーターがバイク感があっていい感じです。着座位置は地面に直接触れるくらい低いです。トリップメーターは壊れていてピンを押してもゼロに戻りません。走行距離は16万1000キロです。一般的には仮走行ですが、一度エンジンを乗せ替えされているらしく、調子はめちゃくちゃいいです。タコメーターの調子が悪く、6000回転以上はささないことが多いです。車外の水温計がついています。オーディオはカロッツェリアのワンディンが入っています。シフトノブはボロボロだったので即買い替えました。非常にショートストロークでフィールのいいシフトです。シートベルトは巻き取りがされないのでクリーニングしましょう。エンジンをかけてみます。純正マフラーなので静かですが、非常にやる気にさせてくれる音です。今のビートの状態はこんな感じです。見ての通り、外装はボロボロで直さないといけないところがたくさんあるんですが、それでもネオクラシックカー相場が軒並み高騰している中で、38万円でビートを買えるのは結構破格だなと思いました。外装は好みに応じて作り直せばいいんですが、ボディの腐食がひどかったり、エンジンやミッション周りの重整備が必要になってしまうと予算の100万円を超えてしまいそうでした。そのため、エアコンの状態や外装のやれといった僕が妥協できるポイントを飲めば38万円というのは十分に安いと思って今回購入を決めました。ディープコーンのステアリングやロールケージなどもともと付けたいと思っていたパーツも付いていたのも高評価です。予算100万円のうちすでに38万円を使っているので、残りの62万円でこのビートをどれだけかっこいい JDM に仕上げることができるのか、ぜひ皆さんと共有していければと思っております。すでにメンテナンスや改造は進めているので、これからも動画を公開していきます。このビートが今後どうなっていくか気になる方は、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしていただいて、今後の動画をご覧いただければと思います。まずはたくさん乗ってこの車のことを知りたいので、ステアリング周りやマフラーなどの交換、タイヤ交換を予定しています。また、今まで通りデリカのカスタムや車中泊動画も今後アップしていくので、デリカとビートをそれぞれ楽しんでいただけると嬉しいです。今回のコメント欄には、ぜひこのビートを見てどう思ったか、こんなカスタムをしてほしいっていう要望、もしあればビートとの思い出などがあれば、ぜひ自由にコメントしていってください。いただいたコメントは毎回すべて見ています。非常に励みになってます。ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。